すっごい登ってきましただから雪がね普通に残ってますね。お蕎麦すごい。来ましたね。これは山菜のぶっかけっていうのかな、おやきが売り切れてあそこにね2匹もいるんですよね、お猿さん。さっき子供ちゃんもいたんですけどね。景色がすごいですね。本当に綺麗。寝る前に少し換気しておきます。ただいまの時刻は10時、違うな、11時25分です。昨日の夜も同じこと言ったような気すんな。11時25分だったような気がしますね、昨夜もね。で、外気温計出したんですけど、昨日車中泊させていただいたのは道の駅南アルプス村長谷だったんですけど、あそこはねめっちゃ寒かったんですよね。でね、昨日は外気温計出さなかったんですよ。もうそんな寒くならないと思ってたんで。だから寒くって、で今夜はね外気温計出したんですよ、それで。でね、でもね 7.4 度でね、全然寒くないです、こっちはね。明日は予定としては野沢温泉方面に上がっていこうと思います。野沢温泉には行かないんですけど、野沢温泉の近くにある温泉を何か所かね行きたいところがあるんですね。でそっちにね行きたいと思います。で明日のお昼もねできればお蕎麦をね食べて、なんとか今回の旅はね毎日ランチはお蕎麦っていう風にね行きたいなと思ってます。そう、それとね、家内がねおやきが好きなんですよね。でおやきの灰の中におやきを入れて焼いてくれるところがあるとかないとか、でそこのね道の駅も行きたいなと思ってるんですけど、方向がちょっと違ったような気がするんですね。行ければ行くっていう感じになるかもしれないですね。じゃあ明日はねいい温泉と絶景が見れればいいなと思ってます。じゃあ寝たいと思います。おやすみなさい。おはよう。あげ、見て見て。あげ、景色きれいね。ここでもない？わあ。いいよ。すごい。わあ。
なんちゃんの滑り台すごいね。わー昨日外気温やっぱそんな下がらなかったですね。これはね、今はもう外気温計を室内に入れてるんでこの気温ですけど、これですね、3度が一番最低気温でしたね。まあまあですね、まあ寒いかな。一昨日がやっぱりかなり寒かったんで、ちょっとね、また皆さんにこれがマイナスがついた状態をお届けできるかなと思ったんですけど、これが最低気温でしたね。3度でした。変な口なってんでにゃん。よし。めっちゃ好きやねんな、この缶詰のお肉。あんまり食べられへんからね、家では。春の時だけね。こっちか。あれ？違うよ。これ入ってないよ。こっち。ここ。よいしょ。丸メロの駅長門かな、はい、を出発しました。これからですね、またお蕎麦を食べに行きたいと思います。昨日は茅野市から八千穂高原の方に向かって峠を越えてきたんですけども、またね、同じ道を行くかはわからないんですけど、また同じように戻っていく感じで松本の方に向かっていく予定です。お蕎麦屋さんに行ってから道の駅生坂の里かな、そこにね、ちょっと珍しいものがあるみたいなんで行きたいなと思ってます。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。なんちゃん、アップせんの。なんちゃん、今日も一日仲良し。あいこ。寒いですね。めっちゃ寒い。めっちゃ寒いですね。寒い、風も冷たい。蕎麦屋さんこんなとこにある。まもなく左方向です。その先300メートルで左方向です。わかんない。一軒ポツとあるっていう感じかな。いや、蕎麦街道みたいなところだと思うねんけどな。コメントでね、教えていただいて、それで一回行ってみたいなと思って。これ左、こんなとこにある？ねえ、なんか街道っぽくないね。ただなんか農道みたいなところしてる。あ、でも景色すごいよ、ほら。ほんまや、だいぶ景色してる。なんか垂れ幕。偉いとこにあるんやな。左です。黄色い建物違うかな。でも手打ち包みとかなんかいろいろあるんやな。本当だね。そばが。所要時間は1時間22分です。運転お疲れ様でした。そう支度中になってるね、まだ。何時からかな、10時ってなってたと思うけど、もうこのまま待たせてもらった方がいいの。今根橋屋さんに着いたんですけど、10時からだと思ってたら11時、あれ10時ってなってたよね。まだ11時か。なんとちょっとね早く、どうしようかな。この後1時間半あるな、まだ。そうだね、結構ありますね。近くでなんか温泉探す。そうやな、なんかそんなんした方がいいね。ちょっとなんかもうせっかくなんでやっぱり食べたいんでなんか時間考えます。はい。
そうやな、ね、これやね。あ、これだね、せせらぎの湯。これだわ。雨がすごい降ってきましたね。おる？あ、ほんまやな。上に、木の上にいるね。すぐそこにお猿さんがいますね。ほら、ほんまやな。お蕎麦屋さんが11時からだったので、近くにある温泉に行きました。せせらぎの湯、初島かな、温泉っていうのかな。はい、じゃあ入っていきたいと思います。ちょうど良かったです。雨で引いてきたしね。本当、お猿さんがいっぱいいますね。すごいね。おーい。こんなところです。おお。母ちゃん、お風呂。母ちゃんとこどうでした？なんか露天ちょっとちっちゃかったけど、雨がしとしと降ってて、お湯は良かったんやな。ぬるめで、アルカリ性の外の露天風呂は源泉って書いてたね。男性はね、めっちゃ混んでました。なんかね、やっぱり日曜の朝一なんですごい混んでて、露天風呂ね入りたかったんですけど、ちょっと入る場所がなくて入れませんでした。だからね、まあ雰囲気はねすごいいいとこですね。山の中にあるんで、空いてる時間朝一だから多分混んでると思うんで、空いてる時間を狙ってくれば楽しめるんじゃないかなと思います。じゃあお蕎麦屋さんに戻ります。雨ですね。でね、お猿さんがねずっとねあの辺りにいるんですよね。見えますかね？ちょっと見えないですかね。木のところにいるんですけどね。見えますかね？あそこにね2匹ねいるんですよね、お猿さんが。さっき子供ちゃんもいたんですけどね、あんま近づくと危ないと思うんで、これぐらいでやめておきます。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は19分です。運転お疲れ様でした。聞いてこようか。母ちゃん、寝橋屋さん、はい着きました、はい、駐車場苦労しましたね。ちょっと混んでましたね。やっぱり人気店なんですね。お店の前に最初来た時は止めたんですけど、もう空いてなくて、で横にね砂利の駐車場があったんで、そこでもねやっぱりキャンピングが大きいんで、ちょっとね止め方いろいろ考えて、止めさせていただきました。じゃあお蕎麦楽しんできます。じゃあ行きましょう。こんな感じでね絵で描いてくれてますね。でとりあえずこの大猿のお蕎麦とこの天ぷらの盛り合わせだと思うんですけど、これとあとはこのぶっかけ山菜っていうのにしました。山芋じゃないねんな、これ大根おろしか。これかわいいの。かわいいね、なんかね。失礼いたします。でね、景色はねこんな感じですね。こんな感じですよ。母ちゃん、お蕎麦すごい。来ましたね。これは山菜のぶっかけっていうのかな。で、こちらがざるの大盛りです。いやー、いただきましょう。美味しそうやね。美味しそうね。いただきましょう。山菜です。これなめたけとか、ね、すごい美味しそう。ゼンマイ、ゼンマイ、ネバネバもあったり。なんかね、このおばんざいが美味しい。ああ、この周りについてるものってこと？で、なんか煮物売り切れっても載ってたんだけど、あれちょっと興味ある。美味しい。美味しい。めっちゃ美味しいの。山菜が美味しい。
美味しかったですね。美味しかったです。美味しかったです。美味しかったです本当に。なんかちょっと記憶に残りますね。ここはね、さっきも言いましたけど、コメントで教えていただいたところなんですけど、もうこんな感じですごいんですよ。人気がある。ね、本当美味しかったです。で、駐車場はですね、こっちのお店の前と横にもね、砂利の駐車場があって、私のキャンピングカーはね、奥に止めさせてもらいました。この砂利の駐車場、奥はね、入るとね、ちょっとね、他の車の出入りがね、キャンピングカー入れちゃうとできなくなりそうだったんで、手前の方にね、置かせてもらいました。景色はこんな感じで、めっちゃいいですよ。お蕎麦美味しかったですね。本当に美味しかったです。なんか結構量がたくさん入ってました。量多かったね。大盛りにしたけど普通でよかった。もともとまあまあ多かったです。味がめっちゃ美味しかったね。最初になんかお漬物も出してくれて、美味しかったね。朝漬けみたいな。昨日行ったね12ヶ月さんも美味しかったけど、ここはまた昨日のところはおしゃれやってるな。そうすごくね、なんか食べるのをデザートにしても、なんか室内のね感じにしても、で今回のはお蕎麦屋さんっていう感じですごい良かったね。でこれからですね、道の駅伊坂の里かな、だったと思うんですけど、そこへ行っておやき食べに行こうと思います。まだ食べる。いや私そんなおやき好き違うんですけど、家内がおやきが好きなんで、その伊坂の里っていうところ、調べた定かじゃないの、だからちょっと時間とかも間違って調べてたりするから自信ないねんけど、そこはおやきをハイデア行くかな、なんか独特というか元々のものなんですかね、それが元々の形なんですかね、なんかもう全然いい加減なことなんで適当に聞いておいてください。なのでそのおやきを一回家内にね食べてほしいなと思って今から行こうと思います。はい。自分は食べれるかちょっともうお腹いっぱいなんででももうせっかくなんでここから30キロぐらいですから、ちょうど行く方向に向かって30キロなんで行きたいと思います。はい、行ってきます。食べれますか？別腹。そう言うと思いました。母ちゃん、おやき食べに行きましょう。ここは道の駅生坂の里ですね。寒いです寒い。だから風がきつくて風強いですね。寒いですね。今道の駅生坂の里出ました。なんとおやきが売り切れてマジかって感じですね。でお腹は減ってないんで、お腹もいっぱいお腹はいっぱいだったんで全然大丈夫なんですけど、ちょっと残念すぎましたねなんかついてないですね。ですね、今からですね、七海温泉っていうのかな、七味温泉
泉か七海温泉だと思うんですけど、そっちの方もまた全く反対側に行くような感じになるんですけど、そっちへ行ってそこの温泉がいいと聞いてるので、そこでこの傷ついた心を癒したいと思いますじゃあ行ってきます。まだ結構時間かかると思いますけどね、はい、行ってきます。まもなくここはですね、バス停サービスエリアかな。で最初にねジムニで北海道に行った時にここに来てんな母ちゃん。そうそうそうでここのパーキングエリアの名前やここのサービスエリアの名前に母ちゃんは驚愕しててなおばして捨てられるでこっからはねすごい景色が綺麗なんですよ。だからねこの道に乗ってるとは知らずにおばしてサービスエリアやって言って寄ったんですけどね、まあ、景色はこんな感じ。重くなりましたもうなんか抱っこするたびに重くなってる感じがする。なんちゃんギュッギュッやって喋った重たい重たなったね。なんかこれちょっと怪しくないかもしれない。山道こんな道になる。これ大丈夫？なんかまたすごいな。古い。ここだけかな。ここだけか。すごいよな。この道しかないんかな。これぐらいやったらいいけど、七味温泉まであと4キロちょっとなんですけどね。ここまでもかなり登ってきたんですけど、今もねめっちゃ登りますねこれ。帰りがねキャンピングカーのブレーキが心配ですね。こんだけ登ってくると結構まっすぐで急やもんな石が落ちてる。着きましたね。結構大変やな登りがね。新山亭か。目的地に近づきました。案内を終了します。日帰り温泉ピータってここ。これや。山王荘だ。あ、よかった空いてるわ。母ちゃん、はい。ここは七味温泉はい。の山王荘に着きました。はいすっごい登ってきました。だから雪がね普通に残ってますね。すごいね。で、ここがお風呂ですね。あれ見て上、蜂の巣、すっごい何個もある。蜂のね巣ですね。でね、空がねめっちゃ綺麗なんですよここ。めっちゃ綺麗。景色最高ですねここは。じゃあ母ちゃん、はい。ここのお風呂はい。もうめっちゃ登ってきましたからめっちゃ登ったね。めっちゃ楽しみたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。おやき食べれなかった心を癒してきます。気持ちだけ。ありがとう。残念。でもここ来たらね気分が上がりました。すごいな蜂の巣。でもこの空がめっちゃ綺麗なとこやな。ここで
硫黄の香りすごいな。すっごいねえ、めっちゃしてる。硫黄の香りが。ああ、じゃあ行きたいと思います。かんちゃん、はい、すごかったですね。すごかった。すごいお風呂でした。景色がもうやばかったです。なんかね、秋、紅葉の時期に来たらすごいだろうなと思って、もうあと冬のね、雪がすっごい積もってる時に来たら、まあちょっとキャンピングカーで来る自信はないですけど。雪まだあったよ。あった、あったあった。今日はね、日曜日なんですね。で、私たちがここに着いたのは3時半ぐらいで、でちょうど入れ替わりぐらいやってんな、人が。多分その前はね混んでたと思うんですけど、私たちが入っていくぐらいの時間はちょうど空いてて、ほとんど貸し切りで私も入れたんで、すっごい良かったです。お湯もな、めっちゃ温まって、温まるし、ちょっと独特のね、硫黄のピリッとするような。同列みたいな。あ、そうで、熱いです、お湯は。なので熱いのが苦手な方はちょっとぬるめのもあったけどね、基本的には熱いと思います。はい、おすすめです。母ちゃん、はい、もう少しで道の駅千曲川ですね、はい、でその前にスーパー寄りましょう。はい。母ちゃん、今日の夜ご飯は何の予定ですか？今日はチン祭り。チン祭りマジでなんかね、結構、なんかお昼、めっちゃ美味しいお蕎麦めちゃくちゃ食べたから、案外なんかお腹空いてなくて、なんか作る気しないですってじゃあ今日の夜はチン祭り。チン祭り。はい。じゃあ A コープで買い物しましょう。ちょっと牛風の匂いしますね。じゃあ行きましょう。はい。母ちゃん、ここ2回目やね。はい。前回来た時ぶどうの季節でした。あ、本当やな。うわ、きれい。あ、ほんまやな。こんな綺麗やってんな。俺覚えてないわ。なんかこんな綺麗のにこっちの景色覚えてないわ。なんでやろ。いや、もう感動したから、ここ来た時。めっちゃ綺麗やな。うん。あれ、こんな綺麗やったかな。そうだよ。それ母ちゃんのこと。何の話めっちゃすごくない？すごいすごい。でしょ？こんなんやったんやな。うん、ここはね、ほんでなんかおトイレも綺麗なんだよ。ああ、そこそこ。外は冷たい雨が降ってます。いるかな。結構寒いですね。なので FF ヒーターをつけます。28度ぐらいですかね。今晩のご飯は、はい、でなんかパックですねパックというかすごいでしょ。
簡単。簡単ね。うん、最近なんかキャンピングに来てね、はいはい。いいこといろいろ覚えて、うんもうほらこれ簡単だからこれでお湯入れるだけ。で、それにこれしめじを入れるんですか？これにそうそうこれね縦品の手で買ったしめじちょっそれでもと入れて。十分だよね。卵なんか割ったらもうだいぶ美味しそうやけどね。卵ね。卵ありますか？卵ない。ない。ないんですよ。卵はない。はい。いただきましょう。イエーイ。あ、今回ちゃんと湯気がよし。いただきましょう。いただきましょう。はい。で、ただいまの時刻は8時3分です。で、ここは道の駅千草川、違う。千曲川。千曲川。ここは道の駅千曲川ですね。花の駅っていう風になってますね。はい。で、外はね雨が降ってます。じゃあご飯いただきましょう。いただきます。で、また刺身定食ですけどね。呼んでます。出ますね。ではちょっと待って。すごいね。チンでカレーうどん。すごいね。すごいね。なんやかんや言って豪華やな。じゃーん。チンでカレー。カレーと刺身。すごいな。組み合わせ。組み合わせがやばい。パーティー。はい、じゃあいただきましたね。はい、いただきます。なあちゃんこれ本マグロやって。ちょっと本マグロ大きいね。もうちょっとちっちゃくしていいかな。何その顔、人相ある。人相ある。眠たいから人相ある。そうやな。この時間眠いな。にゃー。はい。はい。はい。ね。じゃあちょっとほうぼういただきます。あちゃんじゃあ、どうぞ。お姉ちゃんじゃないですよ。美味しいよ。美味しい。そう。よかった。美味しい。お部屋。美味しい。これはエビチリですね。いただきます。家で食べれないから。やっぱり夜は寒いですね。でも雨がねすごい降ってたんですけど、雨が上がって今は凪の散歩もできてます。明日の景色がねこっちなんですけどね、今はね全く見えてないですけど、明日の景色がねめっちゃ楽しみです。朝すっごい綺麗だと思います。暑いやな。なんかそうやな、もう空気入れ替えもしとかなあかんしな。これお水新しいの使っていいの？なんか朝の途中来るとお水もいろいろ違うからなんか、パッケージ見るの結構好き。そうか。
ちゃん、コーヒーできました。はい。じゃあいただきましょう。今は道の駅千曲川花の駅なんですけども、さっきねキャンピングカーを置いてた場所はトラックレーンのねすぐ近くだったんですね。で忘れてて、キャンピングカーの中でご飯食べてたらトラックがねいっぱい止まりだしたんで、やっぱ音がねすごい大きかったんで移動しました。はい、もちろんお酒とか飲んでないんで、はい、移動しました。でこのパンは昨日のパンですね。南アルプスブラ。でただいまの時刻は9時32分ですね。そんなにもうこれ食べて寝るぐらいなんで、もう寝ようと思ったら10時過ぎにはちょっと無理か。って言いながら結局なんか12時ぐらいになっちゃうもんね。まあちょっと今日は早めに寝たいし、眠たい、眠たいわ本当に。温泉2回入ったからかな、なんか眠たい感じするわ。あらなんちゃん、そこおったら人に帰ればハウス行って。ハウスでかっ。キャンピングカー揺れたし優しい巨人って感じやな。怒ったりせえへんな。怒らへん、全く怒らへん。これ嬉しい。でもそれどっかかけれたらいいなと思ってちょっとね、これはね私専用に家内がティッシュのケースを買ってくれたんですよ。それでこれをゴミ箱とセットでね、ゴミ箱とセットでね、私もうすぐポイ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 するんで、でこれとこれを300円均一のかなで買ってもらって、でこれで自分はずっとこれを持って寝る時はここに置いたりとかして、もうこれも自分の横に置いて、で捨てたい時に捨てて、で鼻かみたい時に噛んで、ずっとこれ持ち歩いて、セットで持ち歩いてる。ただいまの時刻は10時56分です。まあまあ早いですね。昨日は11時25分ぐらいだったんで30分ぐらい早いですかね。今日はもう温泉で体も温まりましたから、ゆっくり寝たいと思います。じゃあおやすみなさい。
頭で割れへんの？頭が割れるから。よいしょ。今日は卵一つ。これは何をやってるんですか？これね、もう簡単チャーハンで、はい、もう鍋とかしたらいつも失敗しちゃうので、電子レンジ、フライパンでやったらね、すぐフライパンにくっついちゃったりして、なかなかうまくできないからファーと、だからもう電子レンジ覚えちゃってね、このキャンピングカーで、もう電子レンジでチャーハンを作ろうという試みでございます。試みってことはどうなるかわからへんってこと？まあちょっとね、初めてなんでね、キャンピングカーではやってみましょう。これもざっくりざっくり、全部簡単に入れちゃおう。ちょっと全然切れてないですけどこれ。あいきゃいきゃ。こんな景色のいいところでなんか料理とかできるってすごいよね。窓からこんな綺麗な景色見れて、気分も上がるわ。気分上がってる？もうこれで完成ですか？もうね、完成早いでしょ。びっくりするぐらい早い。これで完成ですか？これあとね、ご飯を入れてチンするだけなんで。落ち着かへんからやめてください。すみません。音程が外れすぎてる。そうですか。よいしょ。あ、なんかいい匂いしてきた、ごま油の。うまいな。これもね、なんか耐熱。もう一回テケ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 テを多分その音程が外れた感じが好きな方もおられると思うので、もう一回じゃあお願いします。音程外れてないと思います。ハモってもらっていいですか。せーの。てってけてけてけてってっててけててけててってっててってけてけてけてってって。どこから入っていいね。入る場所分かれよ。で分かるやろ。分かれやろ。そんななんか断続的に。なんでやねん、何年ワンマンショーするつもりでやってるのに。もともとから計画的やったよ今。そんなことあるかいや。カエルの合唱みたいなな。もう一回やってみて。せーの。てってけてけてけてってっててってけてけてけてってっててってけてけてってはいてけてけてけてってっててってちゃうんかい。入るとしたらてけてけてけてってはいやろ。そこかい。またご飯で電子レンジでチャーハン中で600ワットで3分です。これも耐熱。これ何これは混ぜもしないの？このまま？このままです。後で混ぜます。後で混ぜる。でこれねいろいろ。これはこのままレンジができるやつで300円とかでね売ってるんで、お野菜とか蒸したりとかできるんでね。決してこれは案件ではありません。案件ではありません。レンジで600ワット3分いきます。蓋をしません。鍋のね。はい。これでちょっと待ちます。でできたもん。これでね、ちょっとこうもう混ぜます。そしたらもう焦げつくことがないので。ちょっと塩コショウ入れるの忘れたね。出た。いつもうちに塩入ってないんですよ。こんな感じででもなんかぽい感じになってきた。チャーハンっぽいですよ、そう。匂いもね、いい感じですよ。簡単です。じゃあ塩コショウだけ入れてください。はい。そっち窓開けたのかな。暑い。どうぞ。でいいですか。気持ちいい風。景色めっちゃいいね。すごいね。
もうちょっとしたら物産館開くかな。物産館だと買い物しようか。よく買えるやろここはね。あ、じゃあいただきましょう。チャーハンうまいことできたね。なんか早い。すごい。3分でできる。めっちゃ美味しそう。結構なんか本当にパラッとしてるよね。くっつかないしね。いい感じよ。いい感じ。じゃあいただきます。いただきます。塩足らん？塩足らんな。まあええよ。ですよ。ヘルシーなんでしょこれ。最近体重コントロールが難しいから。あ、でもめっちゃ美味しいわ。美味しい。美味しい。フライパン洗い物も減るしな。洗い物がこれすごいな。これは便利ね。電子レンジでチャーハン。うまいな。なんかちょっと疑ってたけど美味しいよ。疑ってた。できるかなみたいな。なんかね、来たね。今日は温泉に入りに行って、今日はねお蕎麦屋さん残念ながらないんだよね。予定してたお蕎麦屋さんが定休日やって。そうやねんな。名残美味しいねまた。そうやな。なんやろな。終わりぐらいになってきたらまたってなるな。途中で一回ちょっと疲れる時がちょっと疲れたなとか運転とか疲れたなとかって思うのに、またなんかこう後半になったらなんかもったいないなって思うんだよな。おはようございます。今私たちは道の駅千曲川花の駅に、花の駅が正式名なのかな。道の駅花の駅千曲川かな。なんか並んでるね名前がね。にいます。今からね物産館で買い物したいと思います。はい、じゃあ行ってきます。景色がめっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗です。本当に綺麗です。まあこんな感じ。はい、じゃあ物産館行ってきます。買い物してきました。今回はでも母ちゃん、あんまり品がなかったね。なんか商品がまだ少なかったのかな。多分時期的なもんかな。少ない。今日月曜日やしね、少ないな。なんか買えるものがねちょっと少なかったですね。前はねカートでねカゴ2つでちょっと足りないぐらい買ったんですけど、今回はねあまりなかったですね。なかったですね。まあちょっと市場開いてください。じゃあ皆さんダウンおいで。よいしょ。今日はですね、じゃあおいで。いらっしゃいらっしゃい、にゃんちゃん。今日はキノコ大会だよ。キノコこれはねやっぱりなかなか。これね、キノコ大会だよ。すごいね、なめこだらけ。なめこ大好き。ね、にゃんちゃんほら、これもあるしね。いろいろ買いましたけど、これはね、おやつ。おやつね。おやつ。母ちゃんのおやつ。おやつがね、かりんとう。美味しいよね、これね。大好き。リンゴがね、あったんで、リンゴ。そう、リンゴね、でもちょっとね、中がね、硬いかどうかね、三富士なんですけど、買ったリンゴね、三富士だったけど、ちょっと柔らかかったよね、中が。そうだね。でもいい匂いしてたけどね。味は美味しかった。味は美味しかった。まあちょっと中がね、硬かったら嬉しいんですけどね。まあ買ってみました。なんちゃんも嬉しいね。リンゴ食べれる。リンゴ食べれるな。はい、じゃあ移動しましょうか。じゃあここからですね、温泉。何温泉だったかな。間癖温泉
へえ。馬に曲がるでマグセだったと思う。はい、マグセ温泉に行きたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はーい。かーちゃん、はい。マグセ温泉はいに着きました。はい。かなり登ってきましたね。うんうんでここはですね、今内風呂が故障してるのかななので露天風呂だけみたいなんですけど、まあ、露天風呂からの絶景がね見たくて来たので十分ですね、うん。まあ、入ってみないと分かんないですけど多分絶景だと思います。はい、じゃあ行ってきます。めっちゃ楽しみだったんで、うんはい、嬉しいです。行ってきます。だいぶ登ってきましたね。だいぶ登ってきましたね。景色もすごい綺麗。なんかでこんな感じのところがあんねんな、なんかちょっと綺麗な感じじゃない。雰囲気よね内風呂で、まあ露天風呂が故障やったらちょっと悲しいけど内風呂やからね、いいよね。いいです。いいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい。すごいですね、なんすかごいなんかすごいですね。なんかちょっとくつろげる。うん絶景ですよ。もうここからでもう絶景ですよこれ。うわ、あ、そこ何？何これ？なあ、それなんやろ。あ、男湯？これ男湯なのかなじゃあ。違う。違う、水車小屋。すごいなここ。すごい。なんかめっちゃ雰囲気がある。でも公園って感じだもんね。ああ、公園？そっか。なんか歩けるようになって歩けるようになった。あ、これが男湯だ。あ、男湯。はい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 。ここすごいね。すごい、可愛い。わあ、すごい、タオル入ってる。すごくない？これ貸してもらえる。すごいこれ。可愛い。可愛いな。ちょっと買い物行ってくるわ。行かねえよね。これいいですね。今お風呂から上がりました。でスタッフの方にお伺いしたら、まあ、中はね少しちょこっとぐらいだったらとってもいいですよって言われたんですけど、まあ、撮影禁止となっているので、まあ、一応景色はですね、まあ、この感じです。露天風呂から見たのもこの感じとほぼ同じですね。ここよりももう少しクリアに見えますかね、露天風呂の方が。で山もこんな感じで、まあ、こういう木とかがないんでもっと抜けて見える感じですね。もう最高でした。本当に最高でした。母ちゃん、ここ最高でしたね。びっくりした。すっごい良かった。なんか全部整ってて、で上がってからもね、いろいろアメニティっていうのかな、ちょっと知ったようなこと言ってるけど充実してました。本当にすごかった。びっくりした。で店員さんもすごい愛想が良くてね、可愛らしい人で、もう本当に良かったです。めっちゃ良かった。大満足です。もうここ、まあただこれ休みの時とかすごい混んでるやろな。今日はね月曜日のお昼間なんでめっちゃ空いてて、私貸し切りで初めてですけど貸し切りで私は入れたんですけど、多分これは月曜日だからだと思うんで、まあでも、来る価値は
十分に、絶景やしね、本当絶景、今までのお風呂で一番絶景だったと思います、ここが。もうちょっとすごかったですよ。いや本当に良かった。じゃあここからですね、予定はないですもう予定ないんです。はい、ここまでがこの旅の予定だったんで。でもよかった、最後にこんないいとこ、はい、この後ね、なんかお風呂とかって思ったんですけど、何個か行こうかと思ったんですけど、ここがちょっと良すぎたんでもう今回の旅はね、これでめっちゃ良かったな、しておこうかなと思います。はい、なんちゃん。はい、お土産だよ。ペロペロしてるな。ペロペロ。お土産だよ。なんじゃお待たせ。なんだお待たせやだね。ただいま。ただいま。お待たせ。母ちゃん、はい、お蕎麦屋さん、はい、来ました、はい、これでこの旅ランチは全部お蕎麦屋さんに来ました一つね、山の上の方にあったお蕎麦屋さん行ってみたんですけど、4月のね18日からだったかな。だからまあ今はね4月の初旬なんで空いてなかったんですね。でここはね飯山市かな、飯山市駅の近くですねにあるお蕎麦屋さんに来てみました。じゃあお蕎麦行ってきます。母ちゃん、はい、おやきおやき買いました。おやき食べれなかったんでね。嬉しすぎる。美味しそう。にゃんちゃんもペロペロしてるけど。まあ、ペロペロしてもダメですよ。じゃあいただきましょう。それ。はい、嬉しい。あ、これあんこ。これあんこ。美味しそう。これ好き。ペロペロしてる。ペロペロしない。はい、これが。よいしょ。野沢菜、美味しそう。めっちゃ美味しそう。こういう感じがいいですね。湯気出てる。野沢菜がすごい美味しい。美味しい。野沢菜めっちゃ美味しいな。なんかシャキシャキしてる。今ですね、道の駅北信州山之内を少し見させていただいて、これからですね高速道路に乗って、帰りかけていこうかなと思ってます。今の時刻は4時ですね、夕方の4時ですね。でここからまあ帰ると言ってもかなり時間がかかるので、まあ、様子を見ながらですね途中のパーキングで車中泊をさせていただいて、で明日の午前中に自宅の方には帰ろうかなと思ってます。はい、じゃあ高速道路に乗って、はい、まあどこかの、まあとりあえず行けるところまで行きましょうかね。はい、はい、じゃあ出発します。はい、長野県良かったです。ありがとうございました。めちゃめちゃ良かった。母ちゃん、はい、夜ですね、はい、今はですね滋賀県の大津サービスエリアまで帰ってきました。でどこかでね車中泊をしようと思ってたんですね、パーキングで。でももう一気に走って帰ってこれたので走って帰ってきました。はいで、もうこのまま今日は帰ろうかなと思います明日からは仕事ですからね。はいで、今回の長野県の旅なんですけれども、まあ景色がね
めちゃくちゃ綺麗です。はい、その景色をもう一度振り返ってお別れしたいと思います。今回のご視聴もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。このバンドエイドなんか知らんけどちょっと可愛い